ノーランド様、契約通りパイド・パイパーがのろしを上げました。先の誘拐事件をきっかけに超合衆国の介入が始まっています。キルアニャンは小さな国だ。超合衆国の手が入ったらすぐにでも軍部は解体され、超合衆国に組み込まれてしまうな。そのための N 作戦だ。フレイヤの方は無事に手に入れられたようです。かの地に持ち込むため、先日エリア11に入ったと報告を受けています。エリア11か。4年も経つというのに日本と呼ぶのには慣れんみたいだな、ゲオルグよ。いや、姿勢の問題だ、クリストフ・シザーマン卿。私たちのはさすがシャルル陛下の覚えが良かったウィリアム・ビッシュの弟子筋。ブリタニアへの忠義に熱い。クリストフ。はっ、そう睨むな。冗談だよ、冗談。クリストフ、そちらの進捗は？こちらの方も問題はない。もともと建造途中の予備を仕上げただけだからな。ただ3年前に投入された一番艦と違って大気圏外までは上げられんぞ。機密処理を施すには時間も資金も足りん。構わん。フレイヤさえ撃てれば役目としては十分だ。なら今にでも使うことはできる。いいだろう。では作戦を次の段階に移す。イエス、マイロード。もう次のミッションに向かうんですね。ああ、実はまだミッションの途中だったんだ。例の黒いナイトメア絡みか。そういうこと。そろそろ決着をつけないといかなくてだ。何か手伝えることがあったら言ってください。ありがとよ。でもこいつは俺たちのミッションなんでね。気持ちだけ受け取っとくよ。今回君たちと一緒にミッションを遂行できたのは俺たちにとってもいい経験になった。改めて礼を言う。私たちもです。ミッションの成功祈っていますね。ああ、じゃあまた。もう次のミッションとは頭が下がるな。ええ、私たちは次のミッションまで休みですからね。とはいえ我々も久しぶりの休暇だ。少しは羽を休ませないとな。お前は何か予定があったりするのか？はい、実は今日カレンの大学卒業パーティーがあって、久しぶりに生徒会のメンバーで集まるんです。そうか、光月カレンの。せっかくの機会だ。楽しんでくるといい。はい。よう相馬、俺たちこれから市街の方に遊びに行くんだけど一緒に行かないか？たまにはいいだろ。ごめん、一緒に行きたいんだけど俺バイトがあるんだ。え、今日もかよ。誘ってくれたのに悪い。また今度。あいつ学校の許可をもらってるとはいえバイトばっかだな。仕方ないよ。相馬、この花平和記念学校の出だろ。両親とも戦争で亡くしたって話だし。あ、そうか。なんか悪いことしちゃったな。こんなことで気にするやつじゃないよ。今度また誘ってみようぜ。ああ、そうしよう。親のいるクラスメートを羨ましく思ったことがないと言えば嘘になる。両親がいればみんなと遊びに行くことだってできるのだから。でもそれがないものねだりだっていうことは分かっているし、親のいない子なんて俺の他にもたくさんいる。俺は特別なんかじゃない。長く続いた支配と戦争は俺たちみたいな親のいない子供をたくさん生み出した。戦争は本当に嫌いだ。俺の両親も12年前の戦争で死んだ。顔すらほとんど覚えていないけど俺を守って命を落としたのだと周りの大人たちが教えてくれた。だから俺は黒の騎士団員を養成するための学校、黒富士防衛学校に入ったんだ。あの日ナナリーさんが言ってくれたように。もし何かにくじけそうになった時は周りを見てください。きっと力を貸してくれる人がいるはずです。私がそうしてもらったように。そしてもし困っている人がいたなら
今度は皆さんが力を貸してあげてもらえますでしょうか。そうすることで優しさはつながっていくのですから。お父さん、お母さん、俺、頑張るね。二人が残してくれたこの命を無駄にしない。俺は誰かの力になれるよう働いて勉強するよ。優しさをつないでいくために。お待ちしておりました、パイドパイパー様。材料の状況は10人ほど集められたようです。いいね。さすがにこの国はブリタニアとの戦争の最前線だっただけあって身寄りのない子供が多い。フライデーたちは例の物を北海道に運び込む準備をするため大桟橋に行っています。わかった。ではそちらの手配が終わり次第戻るように伝えてくれ。はっ。光月カレンさんの大学卒業を祝いまして乾杯。みんなありがとね。私のために日本にまで来てもらって。なんの大切な仲間が社会の荒波へと踏み出すんだもの。門出を祝わないと。そうそう、結局俺たちの代で大学卒業したのはカレンだけだからな。そうだね。私も学士課程は終わらせてるけど卒業とは言えないもんね。ニーナってそうなの？当たり前だよ。さすがに高校中退だと研究職にはつけないもの。マジか。じゃあこの中で大学を卒業できてないのは俺とこいつだけ？ごめんねリバル、私も学士課程を終えているんだ。これがなんだってあのサボり場だったお前がどうして？私は基本真面目なの。誰かさんと違ってね。まあリバルもあと1年で卒業でしょ。ガッツよガッツ。ところでカレンさんは卒業したらどうするんですか？やっぱり海洋系の研究を。海洋系？カレンさんは大学で海洋細菌学の研究をしていたので、その論文を書いて卒業したんだ。へえ、海洋細菌学ってことは新しい有用微生物を探して研究したりとかですか？2年前のジルクスタンの滞在中に近くの海で採取したバクテリアが面白くてね、その論文を書いたの。あの時に。でもすぐにどこかの研究所に入るとかはないかな。お母さんのね、治療がそろそろ終わりそうなんだ。平和になったこの世界でゆっくり2人で過ごすのも悪くないなって。お母様回復なさっているのですね。よかった。おかげさまで。これも超合衆国が医療制度を見直してくれたからだよ。これまでいろいろあったんだ。カレンも少しはゆっくりしないとね。ありがとう。でもそういうあなたはどうなの？サビトリから聞いたわよ。また危なそうなことをやってるって。サビトリすみません、百目鬼さんの話に花が咲いちゃってそういえばあなたが今何してるか私知らないよ。俺も。私も。それは。まあまあ皆さん、世に知られては成立しない正義のお仕事もあるということですよ。そういうこと。でもさよこさんが言うと説得力が違うね。ジルクスタンの時も大活躍だったもん。はい、さよこさんほど頼りになる方はいませんから。今日も同行していただきました。ただ SP としてではなく、カレン様のご卒業を祝う友人としてですが。さよこさん、ありがとうございます。そういえばナナリーも日本まで来てくれてありがとね。いいえ、そろそろこの花平和記念学校の様子を見に行きたいと思っていたのでちょうどよかったです。この花って仙台に建った全寮制の学校だよね。孤児を受け入れたっていう。あの学校をナナリーが？
私はお手伝いしただけですが、創立から3年、多くの子供たちが巣立ってくれました。東堂さんが建てられた黒富士防衛学校に入った子もいるんですよ。世界の平和を守りたいって。受け取りのサインありがとうございます。こちらこそいつもありがとな。ほらこれジュースいいんですか？子供が遠慮なんてするなって。そうそう、こいつ坊主が配達に来るからってわざわざ買っておいたんだから。おい、恥ずかしいからそれは言うなよ。ありがとうございます。後でゆっくりいただきますね。ああ、仕事頑張ってな。はい。あの男の子、あんなに柵から身を乗り出して。君、そんなに乗り出してると海に落ちちゃう。危ないよ。よっ、どうしたんだい？何か気になるものでもあった？ロビンソンの帽子。ロビンソン？ああ、そのぬいぐるみの風に飛ばされてボートの牽引ロープに引っかかっちゃったのか。よし、任せて。よし、取れた。はい、これでいいかな。どういたしまして。あれ、これはあざ？これはなんでもない。でも。おいフライデー。フライデーって君のこと？こんなところにいたのか。お前はいつもフラフラしやがって。先生が呼んでる。先生って？ああ、お前には関係ねえ。行くぞフライデー。名前は？俺は相馬、櫛灘相馬。相馬。また会える？それはフライデー。待たせたな。これで全員か。早く車に乗れ。フライデー。あら、相馬ちゃん。お届け物です。いつもありがとうね。でもこんな時間まで大丈夫？どうかしたんですか？さっきニュースでやってたんだけど、近くの孤児院の子供たちが何人か行方不明になってるんですって。子供たちが？危ないからお仕事が終わったら相馬ちゃんもすぐに寮に帰るのよ。はい、心配してくれてありがとうございます。では。もしかしてあの子誘拐された子なんじゃ？だから俺だって頑張ってるのにディレクターのやつがさ。はいはい、その話もう3回も聞いたって。何？メール？ごめんみんな、ちょっと用事ができた。もしかしてさっき言ってた仕事？急ぎみたいなんだ。わかった、気をつけてね。ごめん、せっかくのお祝いの日なのに。気にしないで。でも何かあったらいつでも頼ってね。心強いよ。みんなまた近いうちに。あの人の戦いはまだ終わっていないんですね。でも今の戦いは復讐のためじゃない。そうですね、きっと平和のための。おい乗れ。姫からの指令。子供たちが孤児院から行方不明になったって。ああ、一部ですでに報道されているが
姫が掴んだ情報だとことはもっと深刻だ。現在分かっているだけで3カ所の孤児院から子供が消息を絶っている。その数は合計で10人以上。10人以上の子供が一斉に？それも全員が孤児。もしかしてパイドパイパー？先日のキルアニアでの一件があるからな。どうしてもその名前を思い浮かべてしまう。おそらく姫もその可能性を考えたのだろう。だから私たちイザヨイが参加するわけですね。現在警察と連携して捜査を進めている。詳しい情報はそのタブレットを確認してくれ。子供のいなくなった孤児院は全てが横浜。10人以上の子供を一気に運ぶなら、サファイアさん、倉庫街の方に向かってもらえますか？了解だ。やっと見つけた。あの車のナンバー、間違いない。フライデーを連れて行った車だ。あの倉庫の中にフライデーが？さあ、静かにこっちに来るんだ。別の子供まで。やっぱりこれって誘拐だ。そうまた会える？どうして俺はあの時フライデーからの SOS に気づけなかったんだ。あれはきっと助けを求める合図だったのに。待っていてくれフライデー、絶対に俺が助けるから。あれを北海道に送る準備は滞りなく？うん、済んだよ。さすがフライデー、上出来だ。ではあとはどのパターンだったとしても手はず通りに。わかった。俺はまた子守かよ。何か言ったかハチェット？いえ、全ては先生のご意志のままに。素直が一番だ、子供はね。パイドパイパー様、揃いました。ここはどこ？僕たちどうなっちゃうの？静かにしていろ。何も怖がることはない。子供たちがあんなに。大人は4人ほどか。作業着を着てるけど銃を持ってる。うかつには出ていけないな。他には奥の扉が開いた。やあみんな、待たせてすまなかったね。あれはフライデー。やっぱりここに連れてこられていたんだ。犯人はあの牧師風の男なのか？そんなに怖がらなくても大丈夫。君たちに少しだけ私の話を聞いてもらいたくてね。お話？そうさ、少しの間だけでいい。私の目をよく見て聞いてくれるかな？目を？この目。そうすれば君たちにも瞳の祝福を授けられる。さあ、私と共に新世界を。ネバーランドへ。ネバーランド？あの男、子供たちに何をしたんだ？どうして子供たちは急に。忍び込んでいたのか？おとなしくしろ！そうま。おやおや、まだ導かれるべき子供がいた。ほら、こっちに来るんだ。どうしてこんな子供がここに？孤児院のやつか？そうま。フライデー、大丈夫か？怪我はないかい？おお、フライデーのことを知っているのか。この子、埠頭の近くにいた。そうだ、フライデーと一緒にいたやつだ。フライデー？ソーマは優しい。ロビンソンの帽子を取ってくれた。うん、どうやらフライデーが世話になったらしい。あなたたちは誘拐犯なのか？いや、違うね。私は導き手さ。
導く？どこに？それはネバーランドだよ。君も一緒に連れて行ってあげよう。フライデーによくしてくれたお礼にね。ネバーランド。この年齢だとやはり聞きが微妙か。入り口の見張りはどうした？鼻の利くやつがいるらしい。撤退だ！させない！サファイアさんは子供たちを。了解だ。やっぱりお前はキルアニアであった。戦術はどうも。お前がパイドパイパーか。だとしたら私の敵だ！こいつごきげんよう。パイドパイパー！申し訳ありません。例の牧師風の男ですが、まだ見つかっておらず。そうですか。何か分かり次第報告をお願いします。はっ！取り逃がしてしまったか。はい、今一歩のところだったのに。でもやはり牧師風の男がパイドパイパーでした。そうか。これで少しつながってくる。今日はそれでよしとするべきだな。ありがとうございます。子供たちの方は？全員無事だよ。放心状態の子ばかりだったが無理もない。そうですね。さらわれた挙句にこの騒動ですから。でも無事ならよかった。エージェントペンデュラム、黒富士の子が目を覚ましました。テントの方におります。わかりました。すぐに行きます。あなたが警察に通報してくれた櫛灘相馬くんだよね。はい。あなたは？私はペンデュラム。今回の誘拐事件を追っていたんだ。あなたの通報のおかげで誘拐された子供たちは全員無事。さすがは黒富士の学生さんだね。いえ、焦って電源を切り忘れてたせいでドジを踏んじゃいました。でもあなたの勇気と行動が子供たちを救った。それは忘れないで。ほら。フライデーも無事なんだ。よかった。フライデー？ええ、あの小さな男の子です。配達のバイト中に知り合ったんですが、どうも不自然だったんで。それでこの倉庫を突き止めたのか。さらった子供を移動するなら陸路や空路は難しいと思ったので船を使うのかなと。あとはここら辺を探し回りました。フライデーたちが連れ去られた車とナンバーは覚えていましたから。こいつは驚いた。すごいな君は。相馬、そんなあなたに聞きたい。あの牧師風の男が何か言ってなかったか、私たちに教えてもらえる？牧師風の男。そう、あの人が子供たちに何か言っていたんです。そうしたら子供たちが急にぼんやりとして。ぼんやりと？はい。俺も気になっていたんですけど、いざ目の前で話を聞いた時はなんだかはぐらかすような話し方で重要なことは何も。そうだ、ネバーランド。ネバーランド？はい、子供たちをネバーランドへ導くと言っていました。ネバーランドへ導くか。場所なのか、それとも。失礼します。そろそろ子供たちを病院に移送しますが、彼も連れて行ってもよろしいでしょうか？ええ、大丈夫です。聞きたいことは聞けたので。相馬、あなたの協力に感謝する。お役に立てたのならよかったです。十分すぎるぐらい。
ゆっくり休んでちょうだい。はい。パイドパイパー、子供たちを危険にさらすなど許せはしない。次こそ必ず捕らえてみせる。銅メキ・ディゼル、悪逆皇帝ルルーシュについた大罪人が超合衆国の犬となったか。手がかかりそうではあるが仕込みは終わらせた。あとは頼みましたよ、フライデー。孤児院から児童を誘拐した犯人がパイドパイパーだと。はい。私がキルアニアで会った牧師風の男と同じ人間。あの男こそがパイドパイパーでした。キルアニアのバイレン基地での戦闘後に自爆した子供を連れていたのもパイドパイパー。つまり奴はさらった子供を。ええ。ナイトメアのパイロットにするだけではなく、自爆用の爆弾も仕込むのでしょう。なんと悪辣な。そんな男の手にフレイヤが渡ったというのか。キルアニアでフレイヤの行方は？今はまだ見つかっていません。むしろパイドパイパーがこの日本にいるということは、フレイヤを持ち込まれた可能性が高いと言えるでしょう。はい、私たちもそう考え、パイドパイパーが隠れ家としていた倉庫やその周辺を黒の騎士団員と共に捜索したのですが、見つかりませんでした。とはいえ、パイドパイパーがせっかくキルアニアで手に入れたフレイヤを手放したとは考えにくい。早急に奴を捕らえればフレイヤの所在をつかめるかもしれません。そうですね。ここは黒の騎士団と警察と連携して、何としてでもパイドパイパーの足取りをつかまないと。かぐや様、どうしたのです、双葉。何があったのですか？はい、先日銅メキさんたちが保護した子供たちがまた行方不明になったと。何ですって？またパイドパイパーが。いや、逮捕した奴ら以外の別動隊がいたという可能性もある。それが目撃した人たちの情報によると、子供たちは自分たちの意思で孤児院を出て行ったようなんです。自分たちの意思？事態が発覚したのは昨晩です。学校からの帰りが遅いことに気づいた職員の連絡によって発覚しました。その時点で黒の騎士団も警察も動いているのですが、まだ見つけられていないと。ただそれらしい集団を見たという情報も入っています。これを北海道行きのフェリー乗り場の監視カメラの映像です。10人以上の子供たちが乗り込んでいるのが映っています。画像が荒くて分かりづらいが、先日見た顔があるな。ええ、私にも見覚えのある子がいます。この子たちの足取りを追えばパイドパイパーにたどり着くかもしれません。この子たちが向かった北海道に行けば。わかりました。ではエージェントペンデュラムに命じます。パイドパイパーのある男を捕らえ、子供たちを無事に保護するのです。はい。海の上だと逃げられる心配がなくて楽だな。ところでフライデーは？彼とデッキにいる。あいつにべったりだな。向こうに着いたらお別れだってのによ。綺麗な夜明けだね。綺麗？ああ、昇ってくる朝日で海がキラキラしてるだろ。うん、キラキラ。相馬、嬉しそうだね。そりゃあそうさ。こんな綺麗な光景なんてめったに見られないもの。フライデーは嬉しくないのかい？嬉しいかな。相馬がニコニコしてるから嬉しい。そっか、フライデーも嬉しいんだ。ならもっといろんな光景を見てみたいね。いろんな光景？うん、世界には素敵な光景がたくさんあるんだ。満天の星空や驚くほど大きな木、すごい滝とかね。きっとフライデーも感動すると思うよ。うん、僕も見たい。じゃあいつか一緒に見に行こう。フライデー見て、北海道が見えたよ。うん。
ようこそ北海道へ。代表をやらせてもらっておりますスメラギジ子です。特務機関イザヨイから参りました。銅メキガーフィールドと同じくサファイアカラスです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。彼らも同席しても。もちろんです。黒の騎士団北海道支部の基地司令の黒戸健生です。こっちは副司令の諸部勲です。彼らは長く北海道を守ってくれていますから、今回もきっと力になれると思います。ありがとうございます。では早速なのですが。概要はかぐやから聞いています。何でも子供たちがさらわれたとか。そして主犯格とされるパイドパイパーなる男がフレイヤを所有している可能性が高いと。しかしどうして北海道なんでしょうね。観光にはうってつけですが、そういうわけじゃないでしょうし。どうして北海道なのかは我々もまだ把握できておりません。ただフェリーの運航会社に確認を取ったところ、子供たちが北海道に入ったのは確かです。そうですか。では急いで捜索を始めた方がいいですね。諸部、お二人を案内する人間を。はい、すでに吉見を待機させています。ご協力感謝いたします。失礼します。お客様にお茶を。あら、もしかしてお話はもう済んでしまいましたか？お、昨夜お茶を用意してくれたのか。紹介させてください。こちらは娘の昨夜です。スメラギ昨夜と申します。そして桃園の子でさくらと言います。春柳宮さくらです。おお、失礼ながら双子と見間違うぐらいそっくりですな。そうでしょう。二人とも私の娘と言っても過言ではありません。そんなもったいない。遠慮しなくていいのよ、さくら。私たちは家族同然の親友だもの。それにお父様の度量は底がないくらい深いんだから、遠慮する方が無礼というものよ。エージェントペンデュラムのお二人。はい。この子たちは私にとってかけがえのない宝です。同様に子供たちは大人にとっての宝ですから、さらわれた子供たちを必ず見つけ出しましょう。ええ、必ず。もうすぐ着いちゃうね。そうだね。もうすぐ病院に。そうも？病院に？どうして病院に行くんだ？俺は学校に行かなきゃいけないはずなのに、どうして北海道なんだ？そうま。フライデー、おかしいよ。僕たちは病院に行く必要なんて。ち、やっぱりこれぐらいの年齢のやつは危機が安定しねえな。君は？それよりもパイドパイパーの。そうだったね。早く病院に行かなきゃ。ひとまず情報の集まる札幌基地に向かっていますが、よろしいでしょうか？はい、お願いします、吉見さん。それにしてもやはり札幌は独特の雰囲気の街ですね。道外からいらっしゃった人は皆さんそうおっしゃいます。どういう意味だ？私にはよくわからないが。ほら、札幌って大きな街なのに疎開化されていないでしょ。そういえば、もともと世界で有数の桜大都産出国だった日本は、常に諸外国から侵略の隙を伺われていたんです。当然当時のブリタニアもその一つでした。永世中立国の立場を取っていたものの、いつ侵攻されるかわからない。そこで時の首相桐原健人が有事に備えて北海道の要塞化計画を進めました。その方法の一つがシュトゥンペの壁です。シュトゥンペの壁？はい、
あそこにタワーが見えると思います。あのタワーは北海道を囲むように設置されていまして、有事の際に輻射型エネルギー障壁を発生させます。それがシュトゥンペの壁です。首都東京が攻められた際、富士山以外に桜大斗の埋蔵量の多い北海道を隔離できるようにと考えられたものでした。まあ実際に技術として完成したのは公暦でいう2017年以降、ブリタニアに侵攻された後だったんですけどね。しかし先ほど疎開化されていないと。はい、それはスメラギ15様とその奥様であられるシェリー様のおかげなのです。シェリー様、そうか、幻の第一皇女と呼ばれるシェリーメ・ブリタニア様か。そうです。シェリー様は開戦より以前にスメラギ家の嫡男であるスメラギ15様と結婚し、北海道に移り住まわれていました。いくら皇位を返還しているとはいえ、元皇族の住まう北海道で強行に出るわけにはいかなかったんでしょうね。おそらくお二人のおかげでブリタニア占領時期でも北海道では日本人の自由が認められていたんです。なるほど。では先ほどお会いした咲夜城はスメラギ家とブリタニア公家両方の血を継がれている方なのか。そうですね。世が世ならお姫様ですよ、咲夜さん。北海道が疎開化されていないのに比較的ブリタニア人が多くても不自然に感じないのは15様や咲夜さんのおかげかもしれませんね。北海道に来てブリタニア人をよく見かけるのはそういった背景があったからか。不自然。どうした？そういえば子供たちが10人以上で行動していたら不自然ですよね。確かにな。フェリーの乗船員も多少不自然だと感じていたから記憶に残っていたのだろう。ですが今のところそういった目撃情報は入っていません。ということは不自然に見えない状況にあるということになる。観光にはうってつけですが、そういうわけじゃないでしょうし。観光バスなら子供たちが10人以上で行動していても不自然じゃない。吉見さん、イレギュラーなバスの運行がないか調べられますか？やってみます。ここでもなかったな。本当に札幌市内の病院にいるのか？この北海道にパイドパイパーがいるとしたら確実にな。分かったよ。お前の読みを信じるとしよう。やっと着いたか。子供たちを降ろす間しばらく待ってて。了解だ。よし、お前たち俺についてバスを降りるんだ。僕も降りなきゃ。まただ。また病院に来なきゃと勝手に思い込んでいた。この変な感じ。あのパイドパイパーって男と話してから俺だけじゃなく他の子たちも同じ。何かおかしなことが起きている。この正気でいるうちに何か。そうだ、せめてここに僕がいる手がかりになれば。誰か気づいて。相馬？今行くよ、フライデー。なあ、今回の件やはりあのギアスという力が絡んでいると見るべきなんだろうな。サファイアさんもそう考えていましたか？こうも不自然なことが続くとな。先日子供たちを保護した際、あの子たちの安堵した顔は本物だった。自分たちの意志でパイドパイパーの元に向かうとは思えない。私も同意見です。しかし不可解なのはそのギアスです。というと？おそらくパイドパイパーがギアスユーザーであることは間違いないでしょう。しかし実際に会ったことのある私がギアスにかかっている兆候がない。断言できませんが、ひょっとすると子供にしか効力がないのかもしれません。それなら被害者が子供ばかりなのも説明がつくな。だからといって油断はできないんですけどね。ペンデュラムのお二人、聞こえますか？ええ。
それで何か分かったんですか？はい、予定にない観光バスが1台早朝の苫小牧港で目撃されています。早朝の苫小牧港。フェリーから降りた子供たちをピックアップしたのか。当たりかどうか分かりませんが、この観光バスが捉えられた交通カメラのデータを送ります。ありがとうございます。これは助かる。順路的に札幌に入り、さらに郊外を目指しているな。子供たちをどこに連れて行こうとしているんだ。子供たちをどこかに。まさか爆弾を埋め込む気じゃ。それかもしれない。よしみ、このルートの先に病院はないか？医療施設なら何でもいい。病院、さすがにこれじゃないか。どうした？廃業した病院ならあるんです。急性病院という。廃病院か。十分に可能性はあるな。ええ。よしみさん、私たちはその急性病院を調査してきます。黒の騎士団には引き続き市内での子供たちの捜索をお願いできますか？了解です。もし子供たちを北海道に向かわせた理由が爆弾を埋め込むための手術なのだとしたら急がないと。ああ、ことは一刻を争うな。出すぞ。ほら、みんなここに入るんだ。後で迎えが来る。それまでここで待っているんだ。はい。ここは病院か。でも俺たち以外に人がいそうにない。こんなところに連れてきて何をする気なんだ？しかもさっきのバスを運転していた男以外、倉庫の時のような大人を見かけない。あのフライデーを迎えに来た外国の少年がみんなを先導しているようにも見えるけど、他の子たちも自分の意志でここに来ている。どうなっているんだ？俺以外の子はおかしいと思わないのか？よし、俺たちは次に行くか。待ってハチェット、フライデーが。いい加減にしろってフライデー。フライデー、フライデー、フライデー。ダメだ、鍵をかけられてる。あれ、どうして僕を？私、ホームに帰らなきゃいけないのに。ここどこ？怖いよ。あの子たち、もしかして。みんな大丈夫かい？なんか変なんだ。ホームにいたのにここに来なくちゃと思って。でも急にどうしてここに来たのかわからなくなって。私もこの前連れ去られたのが怖くてホームにいたかったはずなのに、ここに来なきゃいけない気がして。でもどうしてだかわからないの。怖いよ、怖い。みんな落ち着いて。大丈夫、大丈夫だから。でもまた黒の騎士団と警察が助けてくれる。前もそうだったでしょ。黒の騎士団が？うん。それに俺は将来黒の騎士団に入るために黒富士防衛学校に通ってるんだ。俺もいるから大丈夫だよ。お兄さん。そうだ、俺は黒富士の生徒。みんなを守る黒の騎士団に入るんだ。だから俺が何とかしないと。ここがシェリー様の愛した北海道か。なんともはや牧歌的な土地だな。お待ちしておりました、シーザーマン卿。ご苦労。だがここで今日などと呼ぶな。失礼しました。それと到着された早々申し訳ないのですが。話は聞いている。実験材料が届いているんだってな。はい、パイドパイパーの手の者によって急性病院という病院に集められています。いいだろう。それでこそ俺が来た意味があるというものだ。早速その病院に行くぞ。これからですか？一度お休みにならなくても。気にするな。切り刻んで実験する方が疲れが飛ぶ。ここが急性病院。確かに廃病院だな。人の気配がない。
例の観光バスも見当たりませんね。外れだったのか。どうした？見てください、サファイアさん。これ相馬の学生証です。島田相馬。先日の誘拐事件を通報してくれた黒富士の学生か。はい、少なくともあの子がここにいるなら、子供たちがここにいる可能性は高い。サファイアさんは有事に備えてナイトメアの準備を。私は病院内を調べてきます。了解だ。くれぐれも気をつけてな。はい。非常灯がついているということは電気が通っているのか。止まれ！でないとこいつを撃つ！その声は？待て、銅メキ。俺だ。この声、ルルーシュ？見ての通りだ。だから銃を下ろしてくれ。じゃあ、もしかして。なんだ、お前だったのか、銅メキ。やっぱり C2。二人ともどうしてここに？ようやくガキどもの重りから解放されたぜ。なんだよ、まだあの相馬ってやつに未練があるのか？相馬は手術なんてしなくても仲間になってくれた。あいつのどこにそこまで思えるところがあるってんだよ。フライデー、先生の命令は絶対だから。分かってる。それによ、手術を受けるのが悪いことばかりじゃねえ。俺みたいになればいいだけだ。分かったんなら気引き締めろよ。次の任務が本命だ。横浜から送ったフレイヤを無事に回収して引き渡しちまえば、俺たちの地位も安泰ってもんだからな。うまくいくかな？いくさ。黒の騎士団の目を引くための駒も用意したんだから。相馬。あれは？で、あなたたちがどうしてここにいるの？ギアスのかけらとやらを回収するための旅に出たんじゃなかった？なんだ、久しぶりに会ったのに随分と冷たい態度じゃないか。久しぶりに会ったからだよ。いくらいつでも会えるからって2年も音沙汰がないのはどうなの？悪かったよ。これでも忙しかったんだ。そのギアスのかけらの回収だけじゃなかったんでな。それがここにいる理由？もしかしてあなたたちも追っているのか？その口ぶり、お前もパイドパイパーを知っているようだな。やっぱり。なるほどな。どうやらお前もパイドパイパーが子供たちをギアスで操り、バースト手術を受けさせていることまで掴んでいるようだ。今の会話でよくそこまで。でも正解。私の方は憶測の段階ではあったけど、でもバースト手術というのは自爆用の爆弾を埋め込むことを指しているの。それだけじゃない。感覚を強化し、なおかつナイトメアでの戦闘をサポートするチップを爆弾と共に埋め込んでいる。人工的に子供たちをスペシャルパイロットに仕立て上げているということだ。爆発的な能力向上と自爆、2つの意味でのバースト手術か。なんとも胸くその悪いネーミングセンスね。その最悪なネーミングセンスを持つパイドパイパーを追って俺たちはここまで来たんだ。奴が北海道の病院でバースト手術を受けさせていると情報をつかんだんでな。なら私と目的は同じだ。私もパイドパイパーにギアスをかけられた子供たちの足取りを追ってここまで。何の音だ？上のダクトだ。危ない！相馬、大丈夫？ペンデュラムさん、来てくれたんですね。知り合いか？ええ。この子もパイドパイパーの被害者の一人。お前、どこから来た？閉じ込められていた部屋から換気用のダクトを通って、その部屋にはまだ子供たちが。
他の子供たちも無事なのか。よかった。緊急事態だ。例のウォードが現れた。例のウォード。バースト手術を受けた子供たち。助けて。この機体にも子供が。サファイアさん、手を緩めれば死にます。相手はそれほどの実力者です。すまない。まずはウォードを無力化して、なんとかパイロットの子供を助ける方法を考えましょう。分かった。あなたたちもペンデュラムさんの仲間なんですか？ペンデュラム？ああ、同盟のことか。そうだな。仲間というより友人だな。友人？あ、ここです。よし、あとは任せろ。シズ、周囲の警戒を頼む。了解だ。で、こっちは旧式の電子ロックか。これなら簡単に開けられそうだ。よし、開いた。こちらも人の気配はない。みんな、助けが来たよ。お兄さん、僕たち助かるの？やった手術された様子はない。間に合ったようだ。今回は無事に助けることができたな。ああ。すみません。これで全員じゃないんです。あと3人はいるはずなんです。なんだって？ 1人はフライデーっていう小さな爆発？この爆発はおそらくパイドパイパーめ。また助けられなかった。パイドパイパー。パイドパイパーめ、黒の騎士団の連中に足がついちまっとるじゃないか。せっかくギアスにかかった被験体を切り刻めると思ったんだがな。まあいい、これももうしばらくの我慢だ。おい、車を出せ。帰って寝る。はっ。パイドパイパーがブリタニアに？はい。渡航記録をつかむことができました。ただ、足取りを終えたのはブリタニア共和国までなのですが。その情報だけでも助かります。私たちはこれからブリタニアに渡り、パイドパイパーを追います。わかりました。お気をつけて。聞こえていた通り、パイドパイパーはブリタニアに入ったらしい。特務機関いざ酔いだったか。さすがかぐやの作った組織だ。情報が早い。我々とは大違いだな。ああ。なあ、同盟。俺たちと手を組まないか。それは願ったりなことだけど、どうしてあなたたちはパイドパイパーを？そうか。まだ説明の途中だったな。私たちはジルクスタンでお前たちと別れた後、シャムナが残したギアスのかけらを回収する旅に出た。ギアスユーザーらしき噂を聞きつけては赴き、ギアスのかけらであったなら回収する。そんなことを繰り返していた。その過程でギアスで子供をさらう男の噂を聞いたんだ。それがパイドパイパーね。ああ。そして奴を追ううちに、奴が子供たちにギアスをかけ、バースト手術を受けさせていることを突き止めた。そんな非人道的な行為、許すことはできない。奴もギアスのかけらで力に目覚めたの？それはわからん。わからんって、あなたたちなら会えばわかるんじゃないの？会えればな。俺たちはまだパイドパイパーという男に直に会うことができていない。奴は狡猾で頭が回る。
私たちが情報を得て向かう頃にはことは全て起きた後だ。なるほどね。話が見えてきた。私が所属するイザヨイなら黒の騎士団や警察と連携している分情報が早い。だけどあなたたちは個人で動いている以上情報が遅い。だから私たちと手を組もうということね。そういうことだ。目的は一緒だ。パイドパイパーを許せないという点でも。断る理由は何もない。一緒に奴を止めよう、ルルーシュ。ああ。だが今の俺はルルーシュじゃない。L2 と名乗っている。L2？ 呼びづらいよ。ルルーシュでいいじゃない。バカ。これでも色々事情があるんだよ。呼びづらくてもそう呼べ。まあ分かった。パイドパイパーを追うなら俺も連れて行ってください。相馬、どうしてあなたがここに？すまない。どうしてもお前に会いたいと聞かなくてな。俺も連れて行ってください。まだフライデーが見つかってないんです。フライデー？病院でもそんなことを言っていたな。横浜であなたが助けた子ね。はい。一番年上の子に連れて行かれて、それっきり。きっとパイドパイパーのところに連れて行かれたんだと思います。そうか。ならその子たちは私が必ず助ける。だからあなたは横浜に戻って。嫌です。俺がちゃんとしていなかったせいでフライデーを連れ去られた。俺がフライデーを取り戻します。でもいいんじゃないか、連れて行っても。何を言うの、あなたは。こいつはパイドパイパーのギアスにかかっている可能性が高い。他の子たちには俺のギアスでパイドパイパーの命令に従わないよう上書きしたが、本来ならギアスを解除しておいた方がいい。ギアスを解除？そんなことができるの？ちょうどこれから向かうブリタニアに解除できる知り合いがいるんだ。そうは言っても。お願いします。わがままを言っているのは分かっています。でも俺はフライデーを助けたい。今行かないときっと後悔すると思うんです。俺は絶対に足手まといになったりしません。だから。分かった。ただ危険な状況になったらすぐに黒富士に返す。いい？はい。よし、話もまとまったことだ。早速向かうとするか。ええ、ブリタニアへ。そしてパイドパイパーを捕らえ子供たちを助けよう。ああ、はい。待っていてくれフライデー。俺が必ず助けるから。さてさて、仮面の王よ。N 作戦は順調のようですが、このリューネベルクと親交のあったキルアニア共和国を焚きつけ、黒の騎士団を介入させた。これでリューネベルクが奮い立つに理由は十分。そのためのフレイヤも移送を進めている。何が言いたい？いえ、契約をきちんとお覚えかと思いましてね。パハルリン家島だろ。覚えている。その言葉を聞いて安心しました。これで心置きなく私も駒を提供できるというもの。いやー、楽しい食事でした。では私はこれで。食えない男だ。ノーランド様、ご報告が。おお、初リューネベルク。ビーバールはしゃがないの。早速密着取材を始めるわよ。ナナリー、お願いね。さよこさんも。はい。こちらこそよろしくお願いします、ミレイさん。ナナリー様がリューネベルクに入られました。これで条件は揃ったな。